気がついた時には手遅れだった。目の前には9人のヤクザ。誰も彼もがたいが良くてギラついた目をしている。事の起こりは今朝の朝礼後まで遡る。部下の山部に取引先から上司を呼べと催促されていると困った様子で報告を受けたため、何かしらのミスが起きてしまったのではと思い、急いで2人で取引先に向かうことにしたのだ。その道中、もう少しで取引先の会社へ到着するというところで事件が起きた。古びたビルから飛び出してきたヤクザとぶつかってしまい、話し合いもないままヤクザと山部が言い合いになり、古びたビルの中へと連れ込まれてしまい、俺は助けるために古びたビルの中まで追いかけてきたのだが、ロビーに駆け込むと中には9人ものヤクザが待ち構えていた。なんとかして山部を助けなければと思案していたら、突如山部が笑い出した。いつも偉そうにしやがって、この状況をどう対処するのか見せてくださいよ。一体何が起こったのかわからないまま囲まれてしまう。なすすべもないままやられていると、偶然見えた俺の額の傷に気づいたヤクザが小さく悲鳴を上げる。そんな、まさか、兄貴ですか？ヤクザの輪の中から一人の男の声がした。俺はフラフラになりながらも声のする方を見ると、そこには見覚えのある男がいた。俺の名前は諏訪智和。今は家電メーカーの子会社で営業をしている。今の会社には中途入職なのだが、この会社に雇ってもらえるまでの間に職探しにはとても苦労した。なぜなら、俺は中卒である上に、職探しをしていた20代後半までの間の職歴にも空白があったからだ。職を探していた時には、面接を受けられるかどうかの段階で断られることが多く、面接まで行っても、履歴書を見た時点で明らかに顔色を変えられてしまっていた。そんなことをもう何度繰り返したのか、思い出せないほどの就職活動の末に、ようやく雇ってもらえたのが今の会社だ。なぜ俺の人生がここまで大変なものになってしまったのかというと、中学に入学した直後まで遡る。中学に入ったばかりの頃、父親を事故で亡くしてしまったのだ。母一人で、まして他に頼るあてもなかったために、母の実家がある祖父母のもとに身を寄せることになった。そこはいわゆる田舎と言える場所だった。バスは1日に数本、駅は無人で電車なんて1時間に1本程度。ファミレスもなければ、コンビニは夜から朝までは閉まってしまうような場所だ。そこで母と暮らすことになったのだが、田舎の厳しい暮らしと同じように、厳しい祖父母にどうしても馴染めなかった俺は、中学卒業と同時に家で同然で上京した。苦労してやっと就職した会社だ。俺は採用してくれたことにとても感謝していたために、初めての職種だったが一生懸命仕事をしてきた。その一生懸命な部分を評価してもらえたのか、今はチームリーダーとして日々尽力している。そんな俺だが、最近は入社してきた部下が悩みの種になっているのだ。その部下とは山部武という青年なのだが、大卒でとてもプライドが高い。そのせいか、中卒である俺をバカにしてきているのだ。俺はこの会社に雇ってもらった際に、他の社員のみんなには中卒であることを隠さず話している。それというのも、初めての職種で右も左もわからない中働くとなると、覚えることがとても多い。ただでさえ、社会人としての常識から覚えなくてはならなかった俺には、わからないことがあるたびに、周りにいる社員の人たちに教えてもらう必要があったのだ。そのため、話の流れから
中卒であることを話さなければならない場面も出てきたために、みんなには隠さずに伝えてある。俺の話を聞いた社員たちは、この事実に驚きこそすれ、それを理由にして嫌がらせなどをしてくることはなかった。ただ、この部下となった山部だけは違った。大卒であることに自信を持っているのか、中卒である俺に対して馬鹿にして見下してくるような態度であるし、他の社員にも悪評を言いふらしているのだ。入社したての頃は新人教育として俺が面倒を見ていたのだが、その頃にも何度か俺の指示を聞かずに、結果的にミスとなる行動をしていたこともある。俺が注意をしても聞く耳を持たないし、ミスに関しても指示が悪かったからだなんだと、当時は随分と文句を言っていた記憶がある。ただ、俺が関わらない時には問題なく仕事をこなしているので解雇されずにいる。とにかく自分の意見を通そうとすること、相手を思いやれない部分が目立つ人物だ。最近では他の社員たちからも煙たがられている。しかし山部にしてみれば、それはチームリーダーの俺が山部の存在をよく思っていないからこそ、他の社員も自分を認めていないのだというのだ。そして山部が俺を快く思わない原因はもう一つ。俺の容姿によるところがあるのかもしれない。俺の見た目は前髪を伸ばしていて、全体的に冴えない40過ぎのおっさんだ。だが、長年この会社で頑張ってきたおかげで、信頼をしてもらえている。どうやら山部は、この冴えない中卒のおっさんがチームリーダーであることが気に入らないらしい。なんとか独り立ちするまでには育て上げたが、まだまだ覚えてもらわなければならないことは多い。仕事内容もそうだが、相手を思いやること、ペースを合わせること、そういった部分も覚えてほしいのだが、なかなかうまくいかない。俺は山部の態度に困りながらも、経験も浅く若いせいだと思い、根気よく教育しようと思っていた。ある日、朝礼も終わり、それぞれが仕事に取り掛かり始めた頃合いで、山部が俺のデスクまで神妙な面持ちでやってきた。いつもは俺に対しては敵意があらわなのに、今日はどこか印象が違って見える。深刻そうな様子で、丁寧な言葉を使って話しかけてくる。諏訪さん、今お時間よろしいでしょうか？ああ、どうかしたのか？実は、私の取引先の会社なのですが、上司を呼べと言っていまして。山部には一人で任せている仕事が何件かある。もちろん、すべて一人でやらせているわけではないが、それでも今後のことを考えて成長につながればと、なるべく俺は手を出さないようにしていたのだ。進捗状況は報告を受けていた時に問題もなさそうだったのだが、何かしらのミスでもあったのだろうか。わかった。先方は時間の指定はしてきているのか？はい。できるなら今日中に来てほしいとのことです。今日中、よほどのことなんだろう。俺は立ち上げたパソコンの電源をすぐに落としながら山部に声をかける。すぐに出られるから先方にアポを取っておいてくれ。ありがとうございます。すぐに先方に連絡してきますので、先にロビーで待っていてください。山部はさっきまでの暗い顔を一変させると、深く頭を下げてから自分のデスクへ戻っていく。そのまま電話を手に取るとボタンをプッシュし始めた。おそらく俺の指示通りに先方に訪問の連絡を入れているのだろう。俺はカバンを持つと先にロビーへと向かった。どんなミスであったとしても山部の上司として何とかフォローに入らなければ。それからロビーで待っていると慌てた様子で山部が走ってくる。なおも謝罪をする山部に気にするなと告げると足早に会社を後にした。幸いにも取引先はすぐに会ってくれることを了承してくれたらしく、道中で少しでも情報の共有ができればと思い、山部と
会話をしながら向かう。取引先の会社がある最寄り駅で降り、徒歩で向かうさなか、古めかしいビルを通った際に、飛び出してきた男と山部が一瞬接触してしまう。いた！なんだよ、いきなり飛び出てきて。文句あんのかよ。反射的にぶつけてしまったらしい肩をさすりながら、山部が文句を言おうと男を見た瞬間、逆に男の方が声を荒げてきた。ぶつかってきといて謝罪もなしかよ。うるせえな。てめえがちんたら歩いてんのが悪いんだろうがよ。飛び出てきておいてなんて言い草だよ。山部は男が凄んでくるのにもひるまずに文句を言い続けている。男の方は興奮しているのか、次第に表情も険しくなっていく。俺は危険を感じ、山部を止めようとした次の瞬間、男が掴みかかってきた。うるせえな。黙らせてやるよ。こっちに来やがれ。山部は腕をつかまれて引きずられるようにしてビルへと連れ込まれてしまった。俺は一拍遅れて慌てて後を追いかける。山部！ビルの中は古びていて、どのテナントも入っていないようで埃っぽかった。電気も通っていないのか、かろうじて入り込む外からの光で薄暗い。俺は山部の姿を探して叫んだ。山部、いたら返事しろ。薄暗さに目が慣れてきた頃、ロビーの中央に山部の姿を確認する。そばへ歩み寄ろうとしたが、山部の周りに男がいることに気がついた。がたいも良くて、柄は悪そうな男が、9人。男たちに挟まれている山部をどうにかして助けられないかと思案していると、山部が一歩前へ進み出た。その様子に違和感を覚えた俺は、警戒はしたまま山部の様子をうかがう。すると、山部は含みある笑みを浮かべながら腕組みをした。今日のこの日をどれだけ待ったことか。山部？見てわかるだろ？この人たちはそういう人たちだ。お前のためにわざわざ金まで払ったんだ。楽しませてもらうからな。どういう意味だ？日頃の感謝を込めてヤクザの贈り物だよ。喜んで受け取ってくれよ。その瞬間、山部の周りに控えていた男たちが俺に襲いかかってくる。突然の出来事と、いまだに明るいところから暗いところへ入ったために視界がぼやけたままで反応が一歩遅れた俺は、男たちに対抗する間がなかった。男たちに囲まれるままいいようにされていると、よろめいた拍子に男が繰り出した拳が頭をかすめる。かろうじて避けたが、その場に膝をついてしまった。崩れ落ちた際に揺れた前髪から覗いた額。それを見た男の一人の動きが止まる。おい、あんた、額に傷があるのか？だったらなんだよ。お前らいい加減に。あまりのダメージにこれ以上は意識が持たないかもしれない。そう思ったが、男の動きが止まったのと同時に、他の奴らも動きを止めて、臨戦態勢だった気配を和らげた。膠着状態のままどのくらい経ったのか、男はようやく別の男へと指示を出し始めた。早く逃げるべきなんだろうが、痛みで足に力が入らずに、その場から動けずにいると、指示された男は少し離れたところで誰かに電話をし始めた。まさかこれ以上人を呼ぶつもりなのか。一抹の不安がよぎる。額からにじむ汗が頬を伝い落ちる不快感に、鈍く痛む手の甲で汗を拭う。男が電話を切って数分後、ビルの外から一人の男が駆け込んできた。兄貴！逆光で見えなかったが、駆け込んできた男は、俺を取り囲んでいたヤクザを押しのけると、床に膝をついている俺のそばに寄り添って、深々と頭を下げてきた。
突然の出来事に脳の処理が追いつかずに困惑していると、何度も謝罪しながら頭を下げていた男がようやく顔を上げた。間近で見る男の顔には見覚えがあった。黒川。かすれた声で名前を呼ぶ。忘れもしない。こいつは俺の。思い出すのは数年前のことだ。俺は実は元ヤクザだ。きっかけはいつだったのか、おそらく中学時代の出来事が原因だと思う。中学時代に父親が事故で亡くなった。その事故には俺も巻き込まれていて、その時に額に大きな怪我を負ってしまい、一生消えない傷になってしまったのだ。母方の祖父母のいる田舎に引っ越した時も、小さい田舎町で噂は尾ひれ背ひれで広まっていった。額に傷があるのはろくでもないことをしたからだ。どんなに訂正しても噂が消えることはなく、俺はいつの間にか町の人から素行が悪いとレッテルを貼られるようになってしまった。結局転校してきたということも手伝って悪い噂と混じり合い、中学には馴染めないまま孤立していった。そして不良仲間ができ、学校もサボりがちになり、家族ともすれ違うようになっていってしまい、中学卒業後に家出同然に田舎を飛び出してきてしまった。東京で不良仲間のつてを頼るうちに、ヤクザの道へと踏み入っていたのだ。田舎では不良仲間とつるんで、喧嘩に明け暮れた毎日。東京へ出てきてからも、チンピラと拳を交える揉め事を起こしていたために、場数は踏んでいた。ヤクザになってからは、その場数のおかげか、いろいろと仕事を任されることも多く、気がつけば下っ端から随分と出世していた。その頃から俺の周りでの様子が少しずつ変わってきた。自分が力をつけたおかげで、下の奴らの面倒を見ることが増え、そうして面倒を見るうちに、下の奴らから慕われ、人望というものを向けられるようになった。昔の自分は、自分が孤立していたのは額に傷があり、それが悪い噂を作ったからだと思っていた。そして、その噂を、俺のことをろくに見もせずに信じる奴らが悪いのだとも。でも、東京でヤクザになってからは違った。額に傷があろうとも関係ない。俺が面倒を見てきた奴らは、俺の額の傷ではなく、俺の人となりを見ていてくれたのだ。たくさんの奴らの世話をしてきたおかげで、俺は額に傷がある男で名が通っていた。当然、仕事をする上では相手に情けは与えないので、敵となる奴らには俺の名は恐怖として知れ渡っていた。俺は次第に誰かに認められる喜び、額の傷がもたらしていた悪い印象も、向き合って逃げずに自分を持っていれば違う方向に進めていたかもしれない。そんなことを考えるようになっていた。俺はもう一度人生をやり直すつもりで足を洗うことを決意した。兄貴、急にいなくなっちまって、俺心配してたんすよ。昔のことを思い出していると、黒川の声に我に返る。こいつは俺が面倒を見ていた舎弟のうちの一人だ。ただ足を洗う際に、こいつらには何も言わずに出てきてしまった。目の前で必死な顔をしているのを見ると、相当心配してくれたらしいことがよくわかる。黒川の様子を見て、今まで俺を囲んでいた男たちもざわつき始める。中には俺を知ってるやつもいるようで、すみませんでしたと謝罪をしてくる始末。黒川、お前バカなことしてんじゃねえよ。かすれた声の俺に咎められると、黒川は必死な顔でまくし立ててきた。違うんすよ。だってこれ人助けだって話だったから。黒川の話では、山辺からとんでもない上司がいて、会社で仕事ができないほどに精神的に追い込まれて、日常生活もままならなくて辛い。
その上、仕事でも同じでミスを連発してしまい、すべての責任を押し付けられてクビにされそうだ、と訴えていたらしい。山部からは金を渡されているらしく、その代わり俺をどうにかしてくれと言われていたそうだ。黒川はすっかりとそれを信じ込んでしまい、人助けの気持ちも手伝って今回の依頼を引き受けたそうだ。とにかく病院行きましょうよ。その怪我見てもらわねえと。地面に座り込んでいる俺を助け起こそうとする黒川に静止の声がかかる。おい、話が違うじゃないか。そいつを痛い目に遭わせるはずだろ。うるせえよ。兄貴があんなせこい真似するわけねえだろうが。今まで黙って見ていた山部が焚きつけるように黒川へ怒鳴りつけるが、俺の存在を認識した黒川は揺らぐことなく山部を一括する。その剣幕にひるんだ山部ははっとして辺りを見回す。先ほどまでは俺を囲んでいた男たちはいつの間にか山部に対峙していた。身の危険を感じたのか逃げようとした山部を男たちが拘束する。くっそ、離せ。元はといえば、そいつが中卒のくせに俺に注意してきたのが悪いんだろうがよ。男にねじ伏せられながら山部はようやく本音を口にした。やはり俺が山部をどうこうしたのではなく、山部が俺をどうにかしたかっただけの話だった。黒川も山部の依頼内容が真っ赤な嘘だと確信を持ったようだ。中卒のくせにきっとそれが根底にあったのだろう。俺はなんとか黒川に支えられてその場に起き上がる。おい、もうやめろ、話してやれ。俺の声に山部を拘束していた男が手を離す。山部は痛みに腕をさすりながらも俺を睨みつけてきた。人の学歴なんて気にしてんなよ。それよりももっと自分でできることをやるべきだろう。山部が心を入れ替えてくれたら、俺はそれを願っていたが、当の山部は再びわめき出した。どうしてこんな中卒で元ヤクザなんて底辺が俺より評価されてるんだよ。うるせえよ。金使って汚いことさせようとしてたのはお前の方だろうが。俺を睨みつけてわめき散らす山部に黒川がつかみかかる。すると山部は会社に俺のことをばらしてやると騒ぎ出した。しかし俺が元ヤクザだとばらすには今日の話をしなくてはならず、結局のところ自分が不利だとわかると急に手のひらを返してきた。俺の話は会社にはしないでくれ。頼む。だったらどうしたらいいかわかるだろうが。兄貴のことも黙ってりゃいいんだよ。山部は土下座する勢いで謝罪をすると、逃げるようにビルを出て行ってしまった。翌日、幸いにも俺の怪我は大したことなく、会社は休まずに出社することができた。定時になんとか間に合うと、部内がざわついている。中心には山部がいて、声高に俺の事情を言いふらしている。あんな危ない奴がいる会社では働けない。俺は俺にふさわしい会社を探してやる。山部はあくまでも俺の評価だけを落としたいらしく、自分の行いには触れないまま辞表をすでに提出しているようだ。出社してきた俺に気づくと、含みのある笑みを浮かべながら俺に歩み寄ってくる。俺はエリートだから、いくらでも仕事は見つかるが、あんたはそうはいかないだろうな。そう言うと、有無を言わさずに俺の前髪をつかんで持ち上げ額を晒してきた。ほら、これが証拠だ。この傷のある男はヤクザとして有名だったって、今でも噂されてるんだ。俺は何を言われても腐らない、と覚悟をしていたが、実際傷を見た同僚たちは平然としている。その様子に困惑した山部は、俺の髪をつかんだまま声を荒げる。お前たち、こんな凶暴なやつと仕事できるってのか？凶暴も何も。その傷って昔の事故のせいなんだよね。社長から聞いてるよ。それに、諏訪さんは今まで一度も
俺たちに怒鳴ったりしたことないし。しかも成績もいいし、仕事は丁寧だよね。次々と言葉をかけられる。社長から傷は事故のせいだと聞いていること、もし本当にヤクザだったとしても、今は誠実に仕事をしているのだから過去は関係ないと言ってくれる同僚たち。就職の面接の際に社長には正直にすべて話してあったのだ。中卒であること、職歴に空白があるのは東京でヤクザとして生活していた時期があったこと。でも社長は俺の過去を知りながら雇ってくれたため、その気持ちに対し恩を返そうと懸命に働いてきた。雇ってもらえただけでも感謝しきれないのに、そればかりか、今まで誤解されてきた傷についても、他の社員たちにしっかりと話してくれていたことを知り、より一層感謝の気持ちがあふれる。それに、いくら事情があるとはいえ、こんなにも迷惑をかけている俺を信じてくれた同僚たちにも、今までの自分をちゃんと見ていてもらえたようで胸が熱くなる。山部は俺のことを認められないとわめくが、一方で同僚たちは、俺が部下や同僚たちへ接してきた態度を見て評価してくれて、しかも親身になって話を聞いてくれたり、相談に乗ってくれたりして感謝しているとも言ってくれた。どうあっても山部の思い通りにならない空気に、とうとう悪態をつきながら山部は会社を出て行ってしまった。その夜、黒川から連絡が来た。実はあの後、会社を出て行った山部を捕まえて、俺のことを会社にばらしたことをたっぷりと仕置きしたとのことだ。黒川は山部の態度から絶対に会社で俺のことをばらすと踏んでいたらしい。俺は気を使ってもらったことに礼を言うと、同時に足を洗うことを勧める。すさんだまま過ごしていた俺も、今ではこうしてまっとうに働いているんだ。きっと黒川も努力すれば変われるはずだと。後日、俺の言葉を聞き入れてくれた黒川たちの新しい就職先を探していると、社長が相談に乗ってくれた。なんと、社長を通じて会社の委託先の清掃会社に紹介してもらえることになったのだ。黒川だけでなく、他の元舎弟たちも組を抜けてきたらしい。毎日会社で顔を合わせるたびに、兄貴お疲れ様ですと元気よく挨拶されるのは少々困ってはいるのだが、それでも生き生きと働いている姿を見ることができるのは、俺の楽しみの一つとなっている。ちなみに余談だが、なぜだか再就職がうまくいかない山部が会社に泣きつきに来たが、清掃員として働く元ヤクザたちを見て逃げ帰っていったそうだ。しかも気を使った黒川たちが俺に二度と近づかないように見張ってくれているらしい。山部の周辺を元ヤクザがうろついていると噂が立ってしまい、尾ひれ背ひれで今では山部自身がヤクザと関わりがあるやら借金があるなんて噂が立ち、再就職もままならないらしい。俺はこれからも努力を続けて、人を学歴や肩書きでは見ずに、内面や人となりを見ていこうと心に決めた。